ついに王子の塔まで来た。どうか乾杯。家がちっちゃいと思える。まあそんなこともあるでしょう。なんか粒でかくなったな。じゃあうーちゃん奥に行かしてよ。はい、皆さんこんばんは。今ですね首都高乗っております。今日はですねこれから旅にね出ようかなと思っております。で3月の、中旬なんですけども、ちょっとね4連休が取れましたので、はい、これからですね1ヶ月ぶりの全国制覇旅にね行こうかなと思っております。はい、ということで、今回が、16軒目ですね。今からね向かうのが山形県の方に向かっております。前回ですね岐阜の方に行ったんですけども、その時もですね実は山形に行こうか岐阜に行こうか悩んでて、今回ね前回行かなかった方の山形の方に今ね向かっております。で今回もですねついさっき山形に行くことを決めたので、どこがいいんだろうっていうのをちょっと現地に着いてから探り探りして旅を楽しもうかなと思っております。でこれからですね、北関東の方に向かって多分福島を経由してで山形県の方に、山形の方に入るときは下道になるのかな確か。ちょっと山形行くのだいぶ久々なんであんまりね道を覚えてないです。カビゴン買った時以来だからね。山形に行くのは多分5年ぶりぐらいかな。まだ前回行ったところも何個か行きたいところあるんで、そこもね行けたら行こうかなと思いつつも、今回ね途中探しながら旅を楽しもうかなと思っております。はい、ということでね、まだね時間帯は今日は早いんで、8時前ぐらいなので車もねかなり東京は多いんで、ここら辺はね気をつけて、運転していきたいと思います。はい、今ですね都内抜けてなんとかね川口市埼玉県ですねのところまで入ったんですけども、見ての通りですねちょっとねさっきからずっとこんな感じで渋滞しております。都内のところぐらいからかな、ちょっとね混み出して今ね東北道向かってるんですけども、でもこの次のインターがあと2キロなんですけど、そこを越えれば一応流れそうな雰囲気です。今ね時間が8時46分、さっき撮影してから1時間ぐらい経ってるんですけど、東京埼玉ここを抜けるのが本当に時間かかる。なんでやっぱりねここをねいかに早く抜けていかにこの首都圏脱出できるかっていうのがこの辺近辺でねキャンピングカーの旅をする上ですごいね重要なポイントかなと思います。はい、今ですね、東北自動車道に入りました。でこのね東北自動車道に入ってからはもうずっとねしばらくまっすぐ進んでいくだけになりますので、こんな感じで快適に進めるんじゃないかなと思います。ちょっとね料金所過ぎたあたりからね結構雨が強くなってきて、ちょっとこの後ねどれぐらい降るのかなっていうのがちょっと心配ではあります。今ですね東北自動車道順調に進んでおります。今ここインターが館林インターかななのでちょうどね群馬県で、この後ね群馬県今入ったんですけど、多分すぐ抜けて今度栃木にね入ります。で栃木に入った後に福島の方抜けるのかな。で福島降りて途中で確かバイパスみたいなところに入って米沢まで行けたと思います。はい、そうこうしてるうちに佐野のインターが見えてきたので、そろそろもう入ってるのかなこれ栃木に。ちょっと県境が分かんないですけど、おそらくね、栃木県にもうそろそろ入ると、それから入ってると思います。なのでねここからもねちょっと雨が強くなってますが安全運転で、向かっていきたいと思います。はい、今ですね残り110キロの地点まで来まして、先ほどねパーキングのところで阿武隈って見えたので、阿武隈って確か福島だったと思うんで、気づいたらね福島県へ入りました。山形県米沢市まではあと110キロあるので、どっちにしてもまだね3分の1は残ってるかなと。今11時10分だから1時間ちょっとあと、こっからはですねあともうちょっと高速ですかね。で最後はね、高速降りて走っていくと思いますので、そうそう、いつの間にか雨止んでたんで。ただね若干この辺ぐらいまで来て思うのが気温下がった感ありますね。だいぶ寒いで、エアコンもね先ほどヒーターつけてたんですけど、消したり入れたり今繰り返してます。はい、ということで今ですね福島ジャンクションでこれをね左に曲がって山形米沢方面に向かいます。でおそらく東北自動車道としては走るのここまでなのかな。この後東北中央道、これも高速なのかな。高速っぽいですね。でこの後ね多分料金所だと思われる。すげえ4300円。でも安いっちゃ安い。そんな高くなかったな。もう分かんない。なんか最近遠出ばっかしててなんか安いんだか高いんだか分からなかったでしょ。新幹線で行ったら大変だよ。めちゃめちゃ金かかる。
そうなんで意外とやっぱキャンピングカーってそう考えるとこういう時お得だなって感じますね。3人乗ってもこんぐらい、しかも宿代かからない、はい、まあまあそんなことは置いといてということで、残り30キロ気をつけてね運転していこうと思います。はい、今ですね、米沢これ入ったのかな。もうこの東北中央道残りね10キロのところまで来ました。で今ねトンネル、長いトンネルだったんですけど、トンネルを抜けてねちょっとまあ今暗いんであんま見えてないんですけど、先ほどねパッとね横が見えたんですけど一面雪だった。想像以上に残ってますねこの辺。そうそう、外気温もね先ほど道路に出てるやつ見たんですけど、今ねちょうどこの辺1度みたいです。さっきだって出発した時まだ10度ぐらいあったでしょ。まあ一応当然スタッドレスは履いたまんまなのとチェーンも持ってきてるので、まあ安全にね運転していきたいなと思います。でこっから先通行止めだったんだ。うわーよかった。出口が出れないのかと思って結構焦りました。21時から翌朝6時まで通行止めって書いてあって、いや待ってって出れないっていうか過ぎなきゃいけない系と思って、でもね無事に降りれました。これをね右に曲がったところに道の駅米沢というところがありまして、5年前もね来た時にすごいね綺麗な道の駅で、しかもね結構売り場がいいんだよね。で今日はそこでね仮眠させてもらって、で明日ねちょっとどっか行こうかなと思ってます。いやー今日もね380キロ約400キロ。ちなみに今日もねノンストップです。今日はマジモンのノンストップだね。ということでね無事に山形県米沢に到着しました。またねちょっとね車止めてから着替えたりなんだりしたいと思います。はい、無事ね到着して着替えが終わったとこです。まあゴロンゴロンしてます。運転してる時はねそうでもなかったんですけど、到着後やっぱぐったりしますね。疲れた。今米沢に着いて、明日米沢を観光するために米沢を探してます。何も決めずに飛び出しちゃうとこうなる。なかなか鬼畜です。まあでもねキャンピングカーのほんといいところはね、とりあえず泊まれればこうやってなんとかなるんで、これから考えてもまあまだ間に合うでしょう。とりあえずね明日は一日米沢にいて、で夜移動して、そうなんか明日は米沢雪かもっていう、一応雪マーク、みたいなんで、まあ、彩りぐらいは白くねなるんじゃないかなと思います。うちちゃんを着替えして歯磨きしてトイレも行ってねん猫です。じゃあおやすみ。はい、おはようございます。今ですね9時ちょうどです。で室温が 19.1 度、湿度 39% です。今外はね雪が降っております。こんな感じで、まあ、粒がね小さい雪が結構降ってるような感じです。まあ、外気温はでも3度ぐらいですね。そこまでめちゃくちゃ寒いわけではない。うちゃんどう雪降ってた？じゃあうちゃんも来ましょう。すごいね雪が、うちゃん頭が真っ白になっちゃう。雪がすごい。あれも買う。こんな感じで結構雪が降ってます。これからね出発します。はい、今ですね出発しました。だいぶでも雪が降ってきた。そう米沢でね結構買ったよ。7000、6000いくら使ったかな。そんなにした？で結構道の駅でお金使う気がするね。我が家道の駅よく使うからね、その分よくお金も使います。はい、ということでね今日はここから上杉神社の方にねまず向かっていきたいと思います。ここから 4.5 キロなんでもう割とねすぐ到着かなと思います。一面白。すごいね、前が白い。雪降ると思わなかったからね。まあそうね、パラパラぐらいはね降るかなと思ったけど、南関東は特に雪とは無縁だった。そう一応迷いながらも寒くなるらしいみたいな感じでダウンを持ってきました。1度だって。1度。そうこうしてるうちに到着です。あそこが駐車場みたいなんでね、多分前回ボンちゃんじゃなくてカビゴンで来た時もここに止めたかな、この駐車場。すごいね。お疲れ様でした。すごいね、真っ白い。はい、無事に今ね到着して歯磨きタイムです。で外はまあそんな積もってはないけど雪が降り続けてるかな。よし、結構ね雪がすごくて撮影が大変そうです。ふーちゃん見て、こっち見て。
かわいいなんか雨だったね、雨みたい。緑に近いのかなこれ。うん、ちょっと雨っぽいよ。御朱印をね、もらいに行きます。意外と雪降っててびっくり。うん。すごい降ってるね。3月中旬ってこんなに雪降ると思わなかった。3月18だからね。すげえ雪降ってる。はい、今ね、無事に室内に帰ってきました。キャンピーカーの中に今 FF 入れてます。外めちゃめちゃ寒いんで。でね、よいしょ。もうね、かっぱるいよね。FF 今マルチ入れてるんで乾かしてます。このままこの中ね FF 入れとけば乾燥するんでそのうち乾くでしょう。であとは準備して出発します。外ねこんな感じでさっきよりかね粒が大きくなってます。で量も多くなってます。かなり降り始めました。でもなんか水分量多いよね。うん、積もるって感じじゃないね。よし、じゃあ今出ます。来た道に戻ってここを右に曲がればいいんだ。はいということでね、雪が思った以上に降ってたという上杉神社に行ってきました。上杉謙信ってそもそも越後の国で本当はね新潟なんですよね。新潟で活躍した戦国武将なんですけども、死後ね領地の移管とかあって福島会津とか行って、で会津からさらにこの米沢に来たということで、そこでね上杉神社という形で祀られていると。簡単に言うとそういう歴史みたいですね。領地の関係でこっちに来てる。だから新潟行った時もなんかあったよね、上杉謙信のあれって。で会津にもあんのかな、もしかしたら。で今ですねもうついちゃうんですけど、これ東光っていうのかな、東に光って書いて多分東光だと思うんだけどの酒造っていうところにね向かっております。この辺でもなんか一歩あれだね、久保田とか書いてあるんで、駐車場もあるっぽいから多分あれか、上杉神社からねわずか 1.5 キロぐらいで到着します。これか。あ、入りそう。全然入れるね。じゃあちょっとね、酒造の方に行ってきたいと思います。よいしょ。これお酒の博物館、資料館でね撮影許可いただけました。そうだね、今もそうなのかな。すごいね、うーちゃん見て、あれでっかいよ。すごいね、結構。ほら工程。あ、これが工程。日本酒ができるまで。精米、水汲み。結構でも麹工作り。程長いんだね。これ味見？味見してる人いたね。明治初期の酒造だ。亀。この中に食べるってこと？なんか江戸時代って感じだねこれ。とっくりでかくね。めっちゃでかい。むしろでかいと思うのがこれ。そうだね、これもでっかいね、このとっくりね。か入れるのも大変だこれ。どうやっているうわー、うーちゃんすごいね、見てごらん。これうーちゃんがつけ込まなきゃ。これはなんていうの？おお、すごいね。写真撮ろう。で、あっちの公式っていうのは上を蒸すやつらしい。本当だ、ここにもろみって書いてある。精米山田錦。35で玄米。ああ、なるほ
ほどね、そういうことか。ほらこんな骨の中央しかないから粒がちっちゃい。ご飯の白米は 91% ぐらいらしい、精米具合が。で酒は35から70。すごいね。すごいね。これでかいね。おお。米ならし。なんかこれ何工程にわたってこのなんか大きさが違うんだね。この神社は万葉の古い時代からある奈良の大神神社。すごいね、これ大きいね。子孫繁栄なんであんまりこういうとこ来る機会ないからね。うん。うわでかいじゃん。見るこのサイズ。これをさ、どうやってさ、このさっきの混ぜるみたいなやってるじゃん。脚立みたいなのに乗ってこういう風に。そう。でもこの大きさだよ。すごい。こんな感じで日本酒が生まれるんだね。普段飲んでばっかりだからね。たまには作り方も教えてもらえ。ほらこんなでっかいんだよ、うーちゃん何人入んだこれ。そんなに入らない。ちっちゃい大きいパパ3人分だね。ここは昔風の台所です。明治中期の商家の台所を復元したものです。大勢の奉公人明治時代の計らいのためにあ、見てよほらお家、昔のお家。この辺りはなんかよくいろいろ行ってるから見ることが多いね。栄養価の、まあそのコップで飲むんだね。ちょっといただく。そういいよ。仕込み水やな。水。あの上に登るんだね、ああやってあそこからあの脚立みたいな。下あれなのか。釜だけ。浜場って書いてある。すげえな、大釜。そりゃ開かないよ。試し飲み。これがいっぱいあるのか、ここよくこれ気になってたやつ。に。日本酒してる感候補。どれ？じ。いいよ、好きなの。それがあれか、青いやつね、さっきの。なんかちょっとピリッと。あ、そう。さっきのとどっちが良かっ飲みやすさはこっちの方が。た？こっちなんか結構しっかりしてるよ。あ、すごいバッチリ。バッチリその今のそちらのは水をちょっと少なめにして作ってあるので濃いんですよ。あーなるほどバへーッチリ本当日本そうなんだ通ですね。私の下にかかってる。そう。今日の晩酌用で。すべてを委ねた。ここはどっちかっつったらじゃあ左利きの方が飲みやすいかも。左利きって名前がすごい。昔はのんべいさんのこと左利きって言った大へー工様がこっちに飲み物そうそうそう。あ、なるほど。そういうことですね。そう左利き。じゃあ左利きでいこ確かにちょっと柔らかい感じ。一番さらっとくるかも。う。これでもまた違うんじゃないの？一緒でしょ。いやこれだって箱だよ。これかこれだな。すいません、ありがとうござい美味ます。しいよつまみだよ。今これかこれか悩んでるんですよ。はい、一言で悩んでますね。はい、それでお願いします。うちは夜食べよう夜。すぐ食べよう。そうすぐ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。なんか粒でかくなったな。うん、粒でかい。うちは雪が大きくなっちゃったよ。これは積もるな。すごい雪が。とりあえずね、今車戻りました。でね、買ったお酒ね、こちらです。多分自分たちの中で一番高かったであろう。そう。じゃじゃん。袋釣りという多分一番いいお酒。なんかね教えてもらったけど、まあうちらほらあんまりそんな詳しくないじゃん。そうそうそう。そのね、精製法とか聞いたり。ね、精米 35% で袋釣りだから袋の中に入れて基本的に絞らないで垂れてきた雫みたいなのを集めた
らちょっとこう製法が違うんだよね。高かったもんね。そうちょっと5940円という、もう我が家では超高級な日本酒です。考えられない。教えてくれた方がね、いろいろジャーキーとサラミ。このジャーキーがここの酒かすって言ってたよね。あ、そう。これはでもうーちゃん用になんかくれたんですよ、ね、そうそういただきまして。夜ねこれも一緒に食べようかなと思います。本当当校の酒造めちゃめちゃ良かった。いいお酒も手に入ったし。いやなんか一番美味しかったよこれが。パカーン。おうわあすごい。豪華や。とりあえずね今日はメインはこのお酒です。うまそう。ちょうどそのね精製法をここで見て、それからここで作ったお酒を買ったから、なんかちょっといつもと違う買い方でね。よし、じゃあ行くよ。いやこの当校の酒造すごい面白かったです。でこの後はお昼ご飯ね食べ行こうかなと思います。まあねちょっとお酒もお高いの購入して、朝もね、まあ、そんな買ってないんですけどちょこっとだけ米沢牛も買ったので、お昼はちょっと節約をして、熊分だった熊分というね品そば屋さん、なんか結構有名なのかな、人気店らしいよね。そうまああんまりちょっと並んでるようだったら店変えちゃいますけど、入れそうだったら入ろうかなと思います。どこだろう。これを右に曲がって左。あ、すごい水ジャージャーしてる。本当だ、噴水みたいになってる。めちゃくちゃ水ジャージャーしてる。またあれら帰ってきたら洗車しに行かなきゃいけないよ。これか。目的地付近です音声案内お疲れ様でした混んでるかな。この後の天気追加駐車場がまず入れるからね。乗りそうだからこの辺に止めたい。止めるな。チャーシュー。うん、うまい。最近はこういう味のが好きなの。ふいちゃんどう？美味しい？はい、今ですね品そばくまぶんに行ってきました。チャーシュー麺と中華そば、結構ねなんだろうあっさり系の味だよね。私はでもこっちの方が好み。ね、パパも最近もこっちの方が好み。すごい美味しかったです。そう量はね割と多かった。まあ店員さんもねちょっと多めってよく言われますって言ってたけど、確かにちょっと多めだから普通盛りで十分だった。この後はですねちょっとね今まだ時間が2時ぐらいなんですけど、今日ねちょっとこの後一回もう温泉に行っちゃいます。米沢から今向かってるのが赤湯っていうのかなのユコットっていうところに向かっております。結構まだ新しいとこっぽいです。その後にお風呂入った後に鶴岡っていう山形でも海沿い日本海側ですねの方まで今日中にね走っちゃおうかなと思います。サイダーとかじゃないってこと？うん。ジュースのオールスター山形代表とか言ってもうここで山形名物。近いストローや。こういうのなんか面白いね。さっきの道の駅に持ってった。うん。じゃあ温泉とかでこういうの自販機であるといいね。ああ、こうやって。うーちゃんが飲んでるやつ。ブドウジュース。はい、今ですね赤湯温泉ユコットに行ってきました。施設自体はねむちゃくちゃ綺麗です。値段もね爆安です。大人300円ぐらいだったよね。300円。でうーちゃんが100円、1000円かかんなかったよね。700円。700円か。なのでめちゃくちゃお得です。でただそんなに大きくないです。温泉自体は駐車場は割と広いけど中はそんなだよね。ミキはついてないから。あ、そうそう、シなんかャンプーとかリンスはね一応もらえるんだけど、まあ自分で持ってた方がいいよね。まあでもすごい良かったです。今日はこっからですね今4時半なんですけど2時間半走って鶴岡市っていうところまでね、一気にね、向かっていきたいと思います。でこれからその行くね鶴岡市っていうのは僕たちが前回山形来た時はそこまで行かなかったんですよ。なので初めてのエリアかな。あ、すごいね外右側。すんごいね真っ白。こんな感じですね。めちゃくちゃ真っ白。真っ白。いやいや初めて見たこういう景色。向こう側が見えないもんね。まあ、とにかくね真っ白。いやでも綺麗ですね。なかなか見ることないから。でこれからね高速に乗るんですけども、この高速山形道というのに乗って、でここがねなんかあれみたいです。
冬タイヤ着用区間なんで、スタッドレスとかね履いてないとダメですよっていう区間です。あれなのかな、今日結構こっちも降ってたのかな。さあどんな感じか。まあ一応冬タイヤ着用区間だけどそんなだね。ただまあ確かにまだどこ行っても山形白いね。でこれからねその鶴岡っていう少し、海沿いの方に向かっていくので、まあ、そこまで行けばね、まあ、雪もあんまりないのかなっていう気はしてます。あでなんかこの虎島みたいなマークがついてるところがあれなのかな、雪タイヤなのかな。雪がすごい。どんどん寒河江を越えた後は雪が少なくなると思ったんですけど、全然そんなことなくて、むしろ分厚い。こっちの雪の方が全然分厚くてびっくり。ちょっと過ぎちゃったんだけど到着しました。長かったマジで長かった。なんか人形が乗ってる、そこの看板。お疲れ様でした。このここに来て初めてキャンピングカー見たかも。いたキャンピングカーなんて。1台2台1台ぐらい。はい、今ですね無事に到着して買い物も終わってボンチャに帰ってきました。これからねご飯の支度をします。今7時ぐらいなんで、今日はだいぶまだ早めかなと思います。で今日はなるべく早めに行動して、明日朝早く起きて行動しようかなと思います。ふーちゃんはもう後ろでふーちゃんワールド全開ですパパは見たお肉がそんなに量変わらなかったね。あこれね米沢牛、こんな感じです。米沢牛、まあ、でもこれでも2700円もするからね、高いよ。高級なお肉です。普段は絶対食べれない。食べれない。これとなんかまあその他もろもろねいろいろ買ったから、これも一緒に買ったんだよね。米沢牛の道の駅牛すじ。道の駅米沢でかなり買ったな。見たこご飯、とのない。あそれなんだっけっうるいていう野菜、ネギみたいな野菜。ネギに近いって書いてた。山形特産。あそうなんだ。うん。あとなんかね、そこのスーパーで今目の前のスーパーで買ってきた。マックスワンつける？つけてじゃあ。20%ぐらいだ。面白い。大した料理しないもん。切って終わりだもん。どんな味するの？いや特に。どんな味するの？あんま癖がないって書いてあったよ。味ないシャリシャリしてる。確かに長ネギみたい。今日電子レンジを使うからライトコンセントをボタンに挿してAC を入れるよ。これ電子レンジね起動です。ここで焼き肉をします。これね今日買ったうまいタレ。うまいタレってこれ醤油なの？調味料？めんつゆみたいな。めんつゆ系。これも米沢の？山形。あいや米沢だね。米沢って書いてある。これもね道の駅米沢で買ったうまいタレ。これも使います。であともう一個これね焼肉のタレ。これもね米沢の道の駅で買いました。こだわりの素材極み味。せっかくなんでねいいお肉はいいタレで食べようかなと思います。で今日はねめちゃめちゃスーパー久々に出してきました。鉄板フライパン。でこれかけたい。あそれをそれにかけるのねうまいタレを。さっきのやつね。うまいかわかんないんだけど。あれだったらマヨネーズ一緒にやって。そうで米沢にんにくをこの鉄板フライパンでやって肉を焼く。はい、じゃあもうこれぐらいね。いいよ。じゃあ今日美味しいお肉で。そうだよね。でこれ美味しいタレで。で今日のご飯はこんな感じです。これなんだっけ？漆？なんだっけ？うるい？うるいのおひたし。あとお惣菜2つと牛すじ。あそう。米沢牛の牛すじ。そう。ごま豆腐。ごま豆腐。とメインが
米沢牛です。そうか、ハイドロフラスクこれあれなのね、350じゃなきゃダメなのね。でもはまるよ。今日もねチャンネルグラス使います。そうで、今日はねここで焼肉焼くスタイルでいきます。ちょっと換気扇も強めます。40%ぐらいか。寒かったら冷暖房入れて、もう40%まで上げたから。せや、あと自分で合わへん。細かくしなきゃダメか。好きだな。よし、乾杯。食べて。乾杯しよう。はい、乾杯。乾杯。ちゃんも。パパ飲んだみたい。お肉すぐ焼けそうだね。これ速攻焼ける。熱伝導がいいから。うま。どう？うまい。うまい？何食べてるの分かった。わかんない。お米。お米食べてもいい。こんな感じで鉄板フライパン。この中入れちゃう。肉って言ってもちょっとね、ちょっとだけだけど。ちょうどいい。みんな食べないんだよね。分厚い。ニンニクうま。あ、食べるかな。じゃあ入れとく。今焼肉のタレうま。タレうまくない？最後焼いちゃうよ。食べるな、食べな。でもこの牛すじ美味しい。ニンニクがもうちょっとあってもよかったね。ニンニク美味しかった？思ったよりニンニクうまい。だってパパそんなニンニクあんま好きじゃない。葉っぱがいい。珍しい。葉っぱだった。食べるかい。でも待って、腐っていくことは肉よりも噛みやすい。草。うーちゃんはちょっと早めのデザートタイムです。まあちょっとパパたちはある意味のデザートタイムに入ります。ある意味ってお酒。こちらでもう用意しました。こちらはこちらですね、トウコ。木箱のね入ってたものなんですけど、もちろん今冷やしておりますね。これの中身がこれトウコの純米大吟醸袋釣り雪女神っていうねお酒です。新酒1597。かなり歴史がありますね。でもねママが試飲してこれが一番いいんじゃないかっていうのがこのお酒なんで、今回はこれにしました。ちょっとねもうね飲んでみないと何とも言えないんで、もう多分今後こんなお高いお酒は買えないだろうというぐらい。から開けるか。これもしかしてあれか、あれが必要なやつ。ツヤで。なんで魚沼の里かで買った栓抜き結構使います。日本酒の行かせていただきます。プシュしないでよ。ピンとしてるからいいか。ああよかった。はい、じゃあ乾杯しよしましたし。よし。う。ママが今日いい仕事したかどうか乾杯。うん。うめ。そうだね。これはなんだろう。確かに舌触りが柔らかいね。すんごい柔らかい。微発泡とかそういうのもないね。割とでも甘口だよね。どっちかっていうと残るか残らないかって言われると少し残る。そう残らないお酒、すっきりするお酒とこれ残る方のちょっとこう後味が残る余韻がある系。だから日本酒っぽいって日本酒っぽいよね。そのさらっとして飲みやすくて誰でも飲めるっていう感じというよりかは、それが左利きだったの。パパ見て飲んでないか分かんないけど、多分その左利きの方が日本酒があんま飲まない人でも飲める系なんだろうね。日本酒普段から少し飲むよって人の方が多分これはめちゃくちゃ美味しい。日本酒感あるけどなんか嫌な日本酒の感じじゃないからすごい飲みやすい。そうでもなんかでも不思議だね。確かになんか店員さんも言ってたけど、なんか透明な感じがするって言ってたけど、確かに透明な感じがする。だからこれはね僕らみたいなのはもうめちゃめちゃハマるタイプですね、こういうお酒に。はいっていうね、それが今回のね日本酒はこれでした。そうだこれねいただいたジャーキー、今日行ったところのお店の酒粕を使って作ってるジャーキーらしいです。すごいしっとりしてるのね。これを日本酒と一緒に、
すごい合いそうだなっていう。うん、うまっ。うん、これは確かに日本酒に合うわ。うまっ。これこそでも刺身だね、これ。これ明日いいお刺身が入ったら本当にバッチリだね。ママかわいい。泥棒みたい。ピロキちゃん泥棒みたい。ママはちょっと一段落したからピノタイ。あ、なんかアイスめちゃくちゃ硬い。アイス硬っ。うーちゃんも入りたいからママ入らして。じゃあうーちゃんもこに行かしてよ。やだやだママここ。うーちゃんそこ。うーちゃんカプセルホテルだな、ここ。はいカプセルホテル泊まったことでいいけど。ねママ見て。こんな感じだ。ママとうーちゃんここでお泊まり会するから邪魔しないでね。あと邪魔だったらここピローって出していいからね。じゃあねじゃあね。お泊まり会。お泊まり会。これをそうかしよう。パパのポジション返せ。パパのお布団返せ。じゃあうーちゃんバイバイ。はい、じゃあうーちゃんも寝ますよ。はい、今ですね、7時45分です。室温がですね、16.8 度、湿度が 51% です。結構ね、快適に眠れました。車内は FF をね、炊きっぱなしだったので、ちょっとね、乾燥してるかなって感じもします。まあ、ここだとね、湿度 50% なってるんですけど、体感だとね、少し乾燥してる感じです。よし、じゃあ今日のコーヒーを作ろう。これをさしてみて。で開けてジャーです。 0.3 ぐらいでいいよね。それがいいな。さコーヒーまだブルブル94本もある。あとは今日はこれだね、チョコチップパン。はい、今日はねスタートダッシュを切らあ、牛乳もあるよ。食べましょう。パパはダイエット中なので朝ごはんはなしらしいです。コーヒー。ダイエット頑張ってね。いただきます。いただきます。だから朝ごはんをしっかり食べなきゃいけないという習慣が根付いてるだけでそう思ってるだけで、もう胃が何もしない時間をいっぱい作ってあげるみたいな。よし、じゃあ支度して歯磨きとかをして、まあ、そんな感じで支度して向かいたいと思います。はい、今ですね出発しました。で今日はねこれから朝市ですね。まあ朝市ってももう10時前かなんですけど、これからですね港市場っていうね、鮮魚系が買えるねお店が、17キロぐらい先にありますので、先にそこ行ってから、うーちゃんのね楽しみだったクラゲの水族館、鶴岡市の水族館でね、鴨水族館さかな、結構ねなんかクラゲが有名な、メインである水族館みたいで、そうだ先に市場行って、その水族館行って、で行けたらもう一個ね50の塔行きたいなって思ってる。そこら辺はねちょっとね時間を見ながら、今日っていうか明日また天童の方まで戻るので、だ今日中にねまたある程度ね走れそうだったら夜走りますので、昨日みたいに。ここが遠いんでね、鶴岡がやっぱ遠い。いずれにしてもねこういう機会じゃないといけないような場所なんで、せっかくなんで行ってきます。はいということでね、まずは市場の方に向かっていきたいと思います。あと600メートル。よいしょ、ここを曲がって、そうで港市場って言われてるけど、意外となんかちゃんとこう切ってあって買いやすい感じ、魚がドーンっていう感じではなさそうだ。あんまり車がいっぱいいても嫌だけど、逆に誰もいなきゃいないで不安になるよね。やってるよねみたいな。でなんかすごい漁港感あるねこの辺。入り口は向こうか。割と大きいね。思ってたより大きいんじゃない？もっとなんかちっちゃいあるかと思ったけど。あれあっち側もある。降水確率本当だ。 30% あっちはなんだろうね。海鮮市場ってあっちも書いてある。よし、これから市場に行きます。寒いね。港市場。思ったよりか全然広かった。こっちにもね、もう一個ありました。こっちも海鮮市場。お
刺身を買ってきました。やっぱ市場だからいろんな産地物が多かったけど、地物のものはメバルか。そう、これメバルはね、確かに鮮魚で買ってそこでさばいてもらう。確かに大きさの割にはこれしか。結構大きめだけど、でもなんかそれぐらいじゃないとお刺身は取れないって言われて。でメバルね。そうで、これぐらいの大きさだとね、厚みがあるって言ってたからね。両方とも鮮魚で置いてたから、ここのじゃないの。ヤリイカ。あとこれ地物。でも地物だからこれちょっと違うかもしれない。もしかしたら馬面。そう、馬面ってね、食べたことない。うちらはね、馬面とあとうーちゃんが食べたいって言った卵。そう、これはもう普通の卵。あともう一つのなんか建物。そう、海鮮市場もう一個あって、マフグがこっちの地物らしいので。マフグ、トラフグかな、こっちが。で、今日はトラフグとかがないって言ってたの。マフグ、トラフグ、赤フグだっけ。赤フグ、そうそう。トラフグ食べたかったけどね。しょうがないそうね。取れる時と取れない時があるみたいで、今日はね、ない日で。あとはね、夜ご飯あと何か組み合わせて食べようかなと思います。すべてこちらね、冷蔵庫にしまって水族館の方に向かっていきたいと思います。はい、じゃあここからね、水族館の方にね向かっていきたいと思います。ここに広いお店。基本的には多分食堂じゃないけど食べるところがあれメインだね。人気スポットっぽかったよね。そうで、僕らが行ったところがそう食べるところがメインで、もう一個その裏にお店があって海鮮市場があって、そっちも結構売ってたよね。そっちの方が売ってたかな、もしかしたら。はい、ということでね、一応なんとか今日の夜ご飯もゲットできたので、これからですね、鶴岡市のね水族館、鴨水族館の方にね向かっていきたいと思います。多分30分ぐらいで着くかな。これ横がね結構すごいです。さっきね、一瞬日本海が見えたんですけど、もうね海が、林を抜けると海があるんですけど、多分海のね風を避けるためのあれなんでしょうけど、なんかさ、九州にもこんなのとかあったよね。虹の松原か。本当はねもう右側に海なんですけど、割と見えないです。結構ね海岸沿い走るような雰囲気だったんだけど違ったんかな。確かにここでももうすでに風強いもんね。特にね今日みたいな天気だったらあれかもしれない。なんかこの学校すごいね。広くね。グラウンドがでかいんだよ。砂浜がすごいね、ここら辺。日本海。結構なんかあれだね、何やってる人なんだろう。割と今人がいた。砂浜入れんだ。めちゃくちゃ風強い。なんかこの辺あれなんだね、旅館が多いんだね。景色綺麗になっちゃうね。晴れてればすごい綺麗だと思う。そろそろあれかな、海が見えてきたね。でもなんか波高いんじゃない、結構。と言いながらあと500メートルぐらいでもう到着だ。そろそろ水族館。ここも学校だ。レインボービーチ。本当だ。ここは水族館。でも臨時駐車場って書いてある。臨時駐車場。グラティ一般駐車場右へと書いてある。目的地付近です。寒いね。基本的にはそんなだけど風で寒いわ。寒い。ヤマメイワナ。面白いね。この庄内での呼び方っていうの、これ。呼び方が違う。ね、ナマズはナマ。呼び方が違う。でっかいね、この金魚。じゃあこれ金魚すくいしたら絶対取れない。うーちゃん見て見て、下にいた。ほら。その辺にいるの。これ？細長いやつ。本当だ。やば。めっちゃでかい。でもさっき売られてたタコの足をこれぐらいだよね。カリカリゴム、カリ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 。本当だ。すんごい数いるね。カリ動いた足。コンペイトって名前のやつかわいい。これかわいい。あれ。ほら見てこれ。カニがすごい。すごいね、カニの量が。
なんかクラネタリウムって書いてある。自分で書いて多分これ最高級の不要クラゲだって。へえ。なんかアイスクリームみたい。してないよ。何下がコーンで上がアイスクリーム。全然似てない。どうやって光るんだろうこれ。なんかナマコみたいな。これもでもみんな光るんだね。あ、すごいでかいだけど。見て。本当だ。やって入れてごらん。やってごらんみたいな。じゃあお金払わない。いいよ。頑張って。いけた。はい、じゃあ引っこ抜いて店員さんに渡してください。4頭。あ、ちっちゃいのだ。4頭から選んだらシール貼ります。水色。じゃあシール可愛い。上がってあ、くんないね。寒いね。ここで買うんだ。夜は違う。どう？フグ美味しい。うまい。フグも美味しさを覚え。じゃあ量刺身食べるよ。お、上手。そのうちあれでしょ。って取る。もういらないの？違うよ。こうやってだけ。さっきのフグ食べてたお店でまさかのテイクアウトのコーヒーもらえる。これはラッキー。じゃあ車戻ります。はい、今ですね鶴岡市のね鴨水族館の方に行ってきました。結構ねやっぱクラゲがメインでクラネタリウムかっていうねクラゲのねゾーンというかでっかかったな。そうっていうのをねちょっと見に行ってなかなかね楽しかったです。でそこに併設されてるねレストランがフグがねまさかの置いてあるということで、トラフグがね食べれなくて残念だねって朝話をしてたんですけど、たまたまそこが取り扱いがあってトラフグをね食べることができたのでそれはそれで良かったです。やっぱねそれなりのお値段はしますのでね、まあでもね味も全然美味しかったので良かったです。うーちゃん初フグで結構食べてたからね、うーちゃんはトラフグ。この後ですね国宝羽黒山五重塔のところまでねちょっと行きたいなと思ってます。せっかくねこっちまで来たんでなかなかね見る機会がないんでこれからね向かっていこうかなと思います。だいたい30キロぐらい、2時過ぎぐらいには着くかなと思ってます。近くのね駐車場があるみたいなんでそこまでねまず行ってみたいと思います。向こう側もすごい山々してる。なんか山に囲まれてんね。すごい。さすが山形。目の前。急に鳥居がな。でも残り3キロだ。はい、もうすぐで到着です。結構ね雪ありますね。全然違う。やっぱあれなのかな、少し山だからかな。でこの先あそこをね右に曲がってで右側にある文化館っていうところ、文化記念館っていうところが駐車場みたいな。で多分ねこっから行くんだと思うよ。五重塔、ほらもうこっからすぐだもん。駐車場はこっちや。どこだろう。これどっちでもいいのかな。あ、どっちでもいい。こっちはあれだね。ここに止めればいいんだね。こっちしか空いてない。あっちは入れなかった。
じゃあ行こじゃあ杉並木だもん。結構すごくない？う。うん。いやーすごい階段がそんなに大きい階段じゃないけど細かくたくさんある。滑りやすい。横は雪が。ここからね雪の上を。ホラ貝。ホラ。ね。ね、あれだ。おお。すごいな。すごい。あの人が吹いてるのかな。すごい。ついに王子の塔まで来た。すごいね。すごいね。1000年。天然記念。ひどいね。うん。ゆっくりゆっくり。社務所で御朱印がもらえるみたいなのでもらってきます。はい、今ですね羽黒山五重塔国宝ですね行ってきました。道中ねまさかの雪がね羽黒山のその五重塔まで行く間は雪の上を歩いていくという長靴の方が良かったね。まあでもねすごいね神秘的でここはここで僕はずっと来たかったところなので来れてよかったです。で今日はこれからどっちにしてもねまた戻んなきゃいけなくて寒河江とか天童とかあっちの方になので今日もですねちょっと早めですけどもう一回お風呂入っちゃってでそれからまたね1時間ちょっと2時間ぐらいかなちょっとまたね移動します。はいということで道中ね買い物もできたら一緒に買い物もしようかなと思います。パパもアイス食べようかな。ふーちゃん届く？さあ、お、届くじゃん。うん。ちょっとパパのもちょうだい。コーヒー牛乳あげるから。いいよ。はい、今ですね、温泉の方に行ってきました。今4時、5時ぐらいなんですけど、ちょっとね移動する前に1回スーパーに行きます。でスーパーに行ってちょっとね今日のご飯の分の買い出した、あと明日の分もね買えたら買っちゃいます。でその後ね、またね寒河江とか天童の方までちょっと戻るので、ちょっと明日ね山寺とかあっちの方に行きたいので、ちょっと行ったり来たりになっちゃうんですけど向こうにね、戻ろうかなと思います。はい、まずはね買い物の方に行ってきます。よし、じゃあ買い物行きます。でかいマックスバリュー、しかも24時間営業。今ですね買い物の方を終了しました。24時間でやってるマックスバリュー結構広くて品揃えもすごいやっぱ良かったです。明日の分のねご飯も買ってきたのでこれでねとりあえず買い物しなくても大丈夫で、これねスーパーで買ってきたやつ、山形県産お菓子みたいなコーナーがあってそれでねこれがいっぱい並んでました。山形といえばのお菓子ですね、ミルクケーキ。これをねつまみながらちょっと70キロぐらいね走っていこうと思います。
青いね。絵に描いたような青さ。はい、今ですね、今ね寒河江の方に多分戻ってきました。であとね14キロぐらいなんですけど、そろそろね高速は降ります。あと2キロぐらい。そうでね、山形来てちょっと気づいたんですけど、なんかねキャンカーは全然すれ違わない。今回1台ぐらいかな、すれ違ったのは1台か2台ぐらい、それぐらいしかいなくて、意外とあんまりいないんだなと思って。でもなんか旅するのにはすごいいい場所なんですけどね、あんまり人気ないのかな。温泉も安いし綺麗だし、食べるものは美味しいし、意外とね道の駅とかも多いし、 RV パークもまあまあ多いのかな。キャンプ場はちょっと分かんないんですけど、日帰り温泉もたくさんあるから、意外とね旅するにはなんかいろいろ揃ってる感じがするんですけどね、全然すれ違わなかったです。なのでね、僕はね個人的にはねすごい山形好きなんでおすすめです。はい、であとね1キロぐらいで、とりあえず高速降ります。でそこからね下道でまたのんびりと走っていきます。あと10キロぐらいなんでね、下道も。はい、気をつけてね運転していきたいと思います。ちなみにうーちゃんはベッドでゴロン中です。ご飯できたらね起こします。山形県産で。これはね佐藤のご飯のつや姫ってこと。すごいちゃんと書いてある。山形県産米って。電子レンジか。まだやいい。ぐるぐるやんなきゃ。その前に野菜を炒めて終わりだよ。野菜炒めこの中入れようか。くっているか。野菜ありすぎだね。山形県産豚肉。野菜炒めに入れちゃおうと。こちらのネギさん薬味としてこれぐらい入れちゃおうか。すごい今更か今日タレはこれ使うんですか。このタレ美味しかったよ。いい匂いで。いいの。野菜炒めってうまいよね。これニンニクを入れたからすごいニンニクの香りが。ふわっとでこの温玉も昨日のラジウム玉。小野川ラジウム温泉。これ米沢って書いてある。また日持ちするんだ意外と。よし、じゃあまずねこちら馬面。これ地物みたいですね。同じとこで買ってやりか。これ何も書いてないんですけど、これねメバルです。これはねもう魚の状態で切って刺身にしていただきました、その場で。あと卵、これイタリアンですね。半分だけ使います。山形の庄内産の和フグ。本当はね今日ねフグ食べれないと思ってたんで、唯一ねこれだけ買ってました。そしたらねお昼ご飯はねトラフグ食べれたんですけど、和フグもねせっかく買ったので食べようと思います。いまいち刺身の切り方がわかんない。つまんないもんだって。はい、今日のお刺身。つまがないんで結構バラバラバラっとしちゃったんで、もうぐちゃぐちゃです。食べれば一緒でしょう。フグだけはねちょっと別皿でそのまま食べちゃいます。じゃあ今日のねご飯が用意できましたので、これね山形県産米のつや姫と納豆、そうトウモロコシの天ぷらみたいなやつと、ポテトサラダの卵みたいなやつと、温泉卵と、先ほど紹介した刺身ですね。で野菜炒めと和フグ。じゃあ乾杯しよう。はい、じゃあちゃんも乾杯。ニョキ。乾杯。乾杯。
地おろしは大人になってから好きなんだな。食べるものが割と豊富な気がする。温玉、いや、いい感じだね。じゃあ納豆食べます？ママとちょっとずつ一緒に食べる？これじゃあメバル食べてごらん、お刺身。袖気をつけて、めくときな。うまい？おお、硬い。新鮮なんじゃない？うまずら。うん。美味しいじゃん。野菜とママの野菜炒焼肉野菜と。め。うまっ。これはご飯が進む。さあ、本題のマフグ。どうなった？美味しい美味しい。トラフグとはまた違って。うん。好き好き。山形旅をなんだかんだ折り返したから。うん。早い。はい、今日もねこちら飲みます。東光ですね。純米大吟醸袋釣り雪女神。かわいい香りにして。はい、乾杯。乾杯。うまい。確かにこのフグうまいな。うーちゃんはスイッチを持ってリアベッドへ。あのベッドなんかほんとうーちゃんの秘密基地化してる。で、大人たちはまだほんと。日本酒タイムうーちゃんいいね、そこ。やばいぞ。うまいぞこれ。これおすすめだな。これ美味しい。ちょっとこの真フグ舐めてたね。まあ、庄内産だけど地物だけどそこまでだよみたいな反応だったけど、普通にうまいやんか。どうしよう。日本酒がうまい。皆さん日本酒飲む人はグビグビ派ですか、ちびちび派ですか？ぜひねコメント欄で教えてください。チーずーっと言ってたからね。はい。パパとうーちゃんは紅茶。食べよう。パパ食べないんじゃないの？じゃあパパその横にあるゼリー食べる。これママ。ゲブカチどうぞ。どうやってくコーヒーとか紅茶とかママ飲みたくはもうない。麦茶セットしてあるから。ああいいよいいよもう。でもこん早っ。な。よかったらこれだけで甘草食べる？味が変わるとかじゃない。同じものをあげる。だんだん太ってほしいから。うーちゃんは優しいねパパにね。うん。これ終わったらさマッサージします。ありがとうよかったら食べる。あ、うーちゃんにもあげるよ。カロリー増し増し。ありがとう。うーちゃん喜んでるよ。パパちゃんも喜んでるね。なんだろうね。うーちゃんに対する感情とママに対する感情のこの真反対な感じ。じゃあうーちゃんマッサージお願いします。はい、すいません。座らせてください。鴨水族館っていうとこから来たクラゲちゃんっていうの。俺福岡から来た。ジューシュ？あ、すごい、それ知ってる知ってる。なんだっけ、マリンワールドだっけ。マリンワールドだよ。から来た。また明日朝もね早いからね。おやすみなさい。はい、じゃあおやすみなさい。はい、じゃあね。はい、じゃあバイバイおやすみ。バイバイおやすみ。はい、おはようございます。今ですね8時8分。室温がね 17.2 度、湿度 45% です。だいぶね快適に眠れました。少しね、ふうふう炊いてるのでやっぱりね乾燥はしてるんですけども、室温的には快適に眠れます。よいしょ。ちょっとねバッテリーの確認をしようかな。87% です。ソーラーですね。ソーラーで今 6.1 アンペア充電できてます。冷蔵庫とかね室内の照明使ってても 6.1 アンペア充電してくれてるんで、やっぱねソーラーがあるとだいぶ違いますね。まあ、やっぱね多少ね夜中とかね冷蔵庫とか FF を使ったり、昨日はマックスファンも使ってたんで電力は使ってるんですけども、朝方日が出てからは今充電してくれてるのでだいぶ助かります。はい、じゃあ開けますよ。今日はね朝ねパンを焼きます。でパパはお湯とコーヒーの準備しよう。
いただきますよ。いただきます。でもめくって食べる。混ぜてない。どう？はい、今ですね出発しました。今日はですねここから20キロぐらいね離れた立石寺、通称山寺っていうところですね。そこにね今から向かっていきます。20キロぐらいなんで、30分ぐらいで着くかなと思います。で今日月曜日なんで明日がね祭日なんですけども、今日はね平日なので、意外と空いてるんじゃないかなと思って向かっております。とりあえずね立石寺の方に向かっていきたいと思います。はい、あと1キロぐらいですね。もうだいぶ近くなりました。なんかね見たことあるような景色なんで、前もね山形来た時にこの山寺観光したことあるんですけど、前回来た時はちょっとね時間がなくて結構ね急ぎ目で観光してました。で上の方までね登ることもできなくて、で今ならねもう少しゆっくりね今回ちゃんと観光できるんじゃないかなと思ってます。駐車場が何個かあるんですけど、今ね設定してるところが割とね近めなところで、キャンピングカーとかも受けるようなところにしてます。これか、左に曲がってで、そうこんな感じでねちょっとね道が細くなるんですよね。この辺はねまだまだすれ違えるぐらいなんですけど、あんまりね奥行っちゃうとすれ違うのになかなか大変になっちゃうかもしれないんで、ちょっと手前側の駐車場にしてます。ここだね。よいしょ、平日300円、全然安い。1日置いても300円という格安です。よし、無事にね駐車場を求められたのでお寺の階段の方まで向かっていきます。登山口向こうじゃない？芭蕉段。なんかこの辺で登った気がする。違うか。じゃあ向こうか。あれ、そんな奥から登ったっけ？そこか。神社の方？うん、ここからでいいんじゃない？じゃあ登ろうか。ここからね階段が登って歩いてまだ登るような感じだったかな。なんかあれだったよね、立石寺のとこまで行くのに有料のなんか受付みたいなのあったよね。で前そこからだから行かなかったでしょ、時間がないからって。ここ御朱印あるな。比叡神社ってもね、比叡田じゃないんだ。そうだよ。松尾芭蕉。この前回見たね。山寺までの道のりで松尾芭蕉の俳句？そうを読んだあれがあるでしょ。力っこいいね。だって名物力っこいい。なんか下にもなんかいろいろあって、こんにゃく。あ、ここじゃないの、こっち登るの。さゆちゃん登るだ。大人2人の子供1人お願いします。さゆちゃん、ここは1000段以上の階段があるから。そうで。ここから下は地獄。ここから上は極楽という浄土仏。これやるんじゃない？ね、じゃあ行こう。無事に登れるように。おお、すごいね階段が。わお。マスク作られそうだ。
すごいね。もう近い。もう近い。やっとだ。多分103に来てるかな。103だねこれ。上着脱ごうがいいよ。オッケー。ママよくお結構景色がすごいね、ここからでも。すごい。怖いね、ここ。こんなにちゃんたちも登ってきたの？そうだよ。気をつけましょう。崖です。ね、怖いね。わお。どう？綺麗？家がちっちゃいと思えるね。ワンちゃん。車もちっちゃく見える。古代閣にしてもこれマジで何でメッシュなんだろう。さあじゃあ降りましょう。気をつけてね。何？ああ、すごいね。ここのあれの人が言ってる。のこぎり山の時のあってもずっとだからね、途中。うーちゃん成長だよね。のこぎり山並みに険しい。うん。でもなんかのこぎりの方がさ、鋭角じゃないもっと。角度が。変わらないんじゃない？黒いんだ、あそこだ。あ、ここでやっと線だ。はいだ。登っちゃったら線だ。本当だ。やっと線だ。冬の期間は閉まってるらしい。ちっちゃいの。本当だ。ちょっと入れてくる？そこのちっちゃいとこに見て。重要文化財だって。立石寺三重鐘塔。中に入ってんだね。うん。何？ちっちゃそうだよ、じゃあ千段登って千段下るんだよ、郵便屋さんも。すごいな、指輪さん。さて千段下ります。岩山に見える石塔、亡くなった人のお骨が入っており、他の岩穴にも古い人骨が収められており、あっちにもあったの、なんかそうかも。あ、向こうの穴のとこにもなんかあったのはそうかも。むしろあそこまでどうやって行ったんだろう。無事にね、入り口まであとちょっとで戻ってこれました。今日はうーちゃんが出資金機で抱っことかなかったんで助かりました。機材持ちながらみんなの荷物をバッグに背負って千段上り下り、ここで完了です。よいしょ。無事着いた。じゃあうーちゃん降りてアイス屋さん行く。どうする？ご飯食べる？食べる。山形芋煮食べようか。ご飯食べる。
何しようかな。こんにゃく食べよう。こんにゃく。美味しい。どう？こんにゃくだった。追加で頼む。山形県で。一つなんか乗ってママからしだよ。からし。うーちゃん何個食べる？違う、4個ぐらいでいい。4個好きだから4個も食べる。ハムスター。玉こんにゃく美味しい。うぶちゃん追加でめっちゃ食べちゃう。山形芋煮。なんかそばがまたちょっと太め。いただきます。なんだろう。あ、牛丼に近いような汁の味。いや、飲んだら分かる。じゃあ芋煮うまい。どうですか？玄関ないですよ。うまい。はい、ということでね、立石寺、通称山寺ですね、の方に行ってきました。前回ね、登れなかった階段もね、約1000段を無事に登れて、で今回ね、うーちゃんが一番元気だったからすごい助かりました。その後ね、1000段また下って、で下でね、ご飯食べれるところがあったのでご飯食べに行ってました。山形郷土料理の芋煮、無事にねその辺の郷土料理とかも、まあとりあえずね頼めたんでよかったです。今日はね、この後はまたね1時間ぐらいここから走りまして、銀山温泉の方までね向かっていきたいと思います。なんかすごい雪になってきた。小花沢の方、すごい。まだ全然溶けてないんだ。真っ白。さっきと全然違う。はい、あとね、3キロぐらいでね銀山温泉に着きます。見ての通りなんですけども、雪がすごいがっつり残ってる。今回行った山形の中でも一番雪量が多いですね。積雪量もうね、さっきからね右も左も真っ白でびっくりです。本当に雪国だな。駐車場はねちょっとね先にも調べてセットしたんで、ここの場所に止めます。よし、はい、ということでね、とりあえず準備して行きたいと思います。ここに止めて、ありがとうございます。雪が海藻チーズ。平日だけど思ったより人が多いです。そこだけやってるっていうのなさそうじゃない？はい、日帰り入浴は大体やってない。
足してく。ふーちゃん足入ってみる。どう？ふーちゃんじゃちょっと遠いか。ぬるい？ふーちゃんでも入れた？全然ぬるい。どうしましょうか。まあ、しょうがないよね。あね。ねなんかここの近くに温泉探していかないと。だから旅館で泊まる人はいいところだね。キャンピングカーだとちょっと何とも言えない感じだ。日帰りか。日帰りでちょっと来るには何とも言えない感じ。ちょっといろんなこと売り切れちゃったね。夕方はね、帰りもバス乗ってくれます。はい、今ですね銀山温泉行ってきました。ちょっとね時間が時間だったのもあってカレーパンとかねなんかそういうのも食べれずじまいでした。何もなくて。そうまあでもねこの雪のね景色はすごく良かったです。肝心なね銀山温泉の温泉なんですけども、ちょっとね今日帰りはね結構やってないみたいで今回はね入れなかったです。ちょっとそこは諦めてですね、これからですね近くの温泉に行きます。花笠の湯というところなんですけど、ここがどうやら貸し切り風呂、まあ、家族風呂付き個室みたいなのがあって、そこがね2時間で2000円ぐらいで、大人が入浴料400円したかな。だから結構安い。子供っていうかうーちゃんは小学生未満だからなしみたいな。だからまあ合計3000円以内ぐらいで2時間使えると。5時がね最終で、5時から7時までの間なんですよね。で今ねすでに4時53分で到着時刻が5時14分なんで、ちょっとねロスが出ちゃいます。そう2時間だからまあ言うても1時間半ぐらいは入れるんで、まあ十分かなと。だからねそんなに急がなくてもいいかなと思って向かっております。で結構ね右側の景色とかねすごいんですよね。見てごらんよ。雪しかないじゃんこれ。本当だよね。これ雪分厚いよね。長靴履いてもうーちゃん走るくらいだわ。じゃあ長靴履いてもこれ埋まっちゃうと思うよ。ああなんかあの辺とか綺麗だね。こういうとこでのんびり写真撮りたいわ。いやすごい、向こうもね山々がまた結構綺麗に見えてんだよね。3月の中旬でこの景色が見れるからすごい山形。うわーやばーい。と言っている間にあと500メートルぐらいで意外と近かった。キャンプ場15分ぐらいで来たのね。もはやこれだね。これ雪で入り口が分かんないね。もう一個先じゃないの。なんかさスイカ有名なのここ。スイカマンゴーとかおおすごい雪に囲まれた駐車場すごいね。よしじゃあ行こう。すごい雪に囲まれた駐車場。じゃあ貸し切り風呂行ってきます。ああすごいね。広々お部屋付きです。2時間7時まで。ああそれ持ってったみたい。あそれこっちでいいんじゃない？こっち、そっちは行っときない。美味しいケーキはいかがですか？美味しいケーキはいかがですか？大切に飲んで。今ですね、温泉の方行ってきました。2時間のね、貸し切り風呂で、実際にはね1時間ぐらいしかなかったんですけども、すごくね部屋も浴槽も綺麗で、めちゃくちゃいい温泉でした。値段もね大人2人と小学生以下だったので、あとお洋服室2時間分で2080円で合計で2800円ぐらいだったのでめちゃくちゃお得です。銀山温泉から15分ぐらいで来れるのでめちゃくちゃいい。入れなかった銀山で行けなくてもそこがあるから逆になんかすごくいいなと思って、今回の山形旅の中で一番いい温泉なので、まあねそんな感じでね山形最後夜いい温泉に入りました。今日はねここから少しちょっと戻ってまだ場所がね何とも言えないんですけど、天童か最悪米沢の方まで戻るかちょっといろいろ考えてます。明日もね帰るだけなんで今日はねゆっくりめで行動できるかなと思ってます。すごいね。わお。あれどの辺なんだろうね。夜景がとても綺麗。綺麗だねこの街の天気が。あ、結局米沢に向かいます。80キロ。80キロ。
まあまあ明日その分楽になるということで米沢に行きます。はい、今ですね、米沢市に入りました。残りね 7.6 キロでだいぶね走ってきました。到着予定時刻はね、少し、変わんないか、8時10分なんで、特に渋滞もなくなんとか流れてきましたし、でね、結構ね風が強いんで運転はね気をつけてね、向かっていきたいと思います。はい、無事にね到着しました。で着替えも終わって、ふーちゃんは手も洗って準備 OK です。で湿度がね 27% とか 8% しかないんで、加湿器をねつけようと思います。でもなかなかつかない。今日はもう鍋終わり。豚しゃぶだし。今日はもうね鍋にはしゃぶしゃぶの素なんだけど、もう入れちゃうよ。いけるっしょ。これはニラが入ってるけど、この辺うーちゃん好きそうな。全部入れちゃえ。キャンピングカー全然すれ違わなかったな結局。今日も今1台もいないもん。こんなにもキャンカーに合わない旅も珍しい。なんかさ、ハイエース系もいないよね。いなかったよね。いないね。鶴岡の方行った時ね、なんとか2台ぐらいいたね。そういえば番号も2台ぐらいだから4台ぐらいだから、それ以外は全く合わなかった。山形って人気ないのかな。個人的にはめちゃくちゃいいと思うんだけどな、人気の問題なのかシーズンものの問題なのか。まあね。ふーちゃん乾杯しようじゃん。じゃあそろそろうん。悪いな。あ、そうだっけ、あれ買ったんだよね、山形ビール。あ、そうだ、先じゃあそれ、瓶ビール。ほい、あ、よっ、ありがとう、じゃあThank you。でありがとうね。ありがとう。オッケー。これだけで。ピルスナーかな。どっちでもいいです。じゃあそろそろ乾杯する？そうだね。いいっす。よし、じゃあ乾杯しましょう。ふーちゃんもはい、乾杯。いただきます。最初にうまいね。これから食べてみる。おやつなら出さないでよ。大学院のおやつみたいなもんだけど。山形旅をバタバタしてたけど、意外と充実してた。鶴岡行けたのが良かったね。鶴岡これ今まで行ったことなかったじゃん。これママの提案だ。最初ママがさ、鶴岡の鴨水族館見つけて、パパあれ鍋に入れたの。めちゃくちゃ遠くて、もうすんごい遠くて、もうパパもびっくりしたもん。こんな遠いとこまで行くのと思って。あの水族館めちゃくちゃ遠い。仙南階段も全然遠いよ。でまあまあそこも行けて、で今日もね山寺も行けて、初日が一番でも充実はしてたかな。上杉神社行って、で上杉神社がその雪景色でむちゃくちゃ綺麗だった。あんなに雪降ると思わなかったよね今回。思わなかったね。なんかさ、一瞬でパラパラって降って終わんのかなと思ったら、そうあんながっつり降るんだと思って、この時期でも。でその後に東港だよね、鮭酒造のところ。その後に温泉行って、初日の温泉ってどこ行ったんだっけ。赤倉温泉だっけ。赤湯温泉。赤湯温泉の湯ぽっこが綺麗でむちゃくちゃ安い。山形基本温泉安い。安い。全部安かったね。で銀山はやっぱね人気、すごく人気。こんなに土平日なのにやっぱ人がすごかったよね。今回はやっぱりねまだね完全に復帰してないっていうか、そう日帰り入力今できませんみたいなのがたくさんあって、だからそういう面ではちょっと銀山の温泉は楽しめなかったから、ちょっと残念かなっていう。泊まってる人寄りだったね。そうだから旅館で来るには多分楽しいと思う。そう飲み歩けるし、行く人はいいね。そうだからちょっとね銀山はね少し残念だったけど、まあでも久々に5年ぶりに行けて、それはそれでよかった。雰囲気はね、雪の足湯も入ってる。じゃあ取っといて。今食べるの？これね先日の東港でいただいたジャーキーです。これマジうまくてちびちび食べてました。あ、いい感じにもうふーちゃんも食べたいからね。半分以下。結構でも多分飲もうと思えば普通に全部いや飲めるよ。ペロって。いや多分一日で全然飲める。じゃあ飲んじゃうぐらいうまい。そうそれをねこう貴重に分けて、よし今日もね純米大吟醸袋釣り雪女神
投稿これ食べる？いただきます。いただきます。うまっ。うまっ。誰がおつまみ食べんだろう。いいよ、ジャーキー食べた。ジャーキーってなんかベーコンなんだよね。ベーコン一丁食べます。じゃんけんすごいよね。酒のつまみやぞ。なんか食べるもの少ない。なんでもあんなかっ2日前まで雪が降った。同じ場所で換気するっていう。暑すぎて。た。めちゃくちゃ涼しい。そんな涼しいの？上だけ開うーけて。ちゃんが好きなの。どう？ジャーキー。うまい。うーちゃんジャーキー好きだった。すごいね。多分じゃあのんべいになるよ。ちょっとな、心残りなのが山形ってワインも有名らしいからね。そうだね。ワインだけね、買いそうやけど。家用に。一応買っとけばよかったな、ワイン。よう食うね。だってこれしか入れてないし。よく食うねって言うけど、そこまでそんな食べてない。はい。明日のね、お昼はこれで出来上がりました。で、隣ではうーちゃんが酸っぱいグミの時間です。耐熱皿の上にアイラップで入れた。すごいだい。で、そのまま冷蔵庫入れちゃうってことでしょ。冷蔵庫入れて、まあちょっと冷めたら。で、これをこのまま電子レンジでチンしたらお皿汚れないじゃん。ゴミがすごいパンパンだよ。ちょっとかけてもいいよ。これ？これぐらいでいい？じゃあいただきます。スパイ？あんまり。そんなにしょっぱい？酸っぱいよ。もちろん。さあいただきます。いただきます。美味しい食後のフルーツはさっぱりするね、口が。まあプリンとかアイスとかよりフルーツの方がいいな。めっちゃ美味しいじゃん。甘めで。よし、じゃあ寝るよ。じゃあおやすみ。おやすみ。バイバイ。朝の8時27分、室温が 21.4 度、湿度 53% です。おはよおはよう。いっぱい寝れましたか？う。ハリーポッターの夢見てた。ハリーポッターの夢見てたの？ちょっとだけだね。ちょっと一瞬見てたような気がする。今日は帰る日だよ。そうだよ。起きたね。さあ、準備するよ。今日はね、WBC 準決勝朝から見てます。メキシコ戦です。見たい言ってやっと見た。ご飯だな。やるよ。ちなみに野球はこんな感じで見てます。久々にテレビ使いました。こっちで見ることにします。頑張ってほしいね。今3点取られちゃってるからね。はい、どうぞ。やっぱね、トースターがあると冷食もこうやって使えるんですごく便利です。この度もね、めっちゃ活躍してます。真ん中すでに1枚もう焼けてるんで待機中です。何パーまでいった？ 60。 60%、まあまだまだ全然半分もいってない。今日はね、ご飯食べてちょっと道の駅で買い物とかして帰ろうと思います。惜しい。はい、今からですね帰ります。で、370キロありますんで、まあ4時間半5時間ぐらいか。すごい綺麗だね、今日もすげえ綺麗。細かくないよな。山形ね、本当に綺麗。今11時前、行けそうな気もする。もともとね、来る時もね、ノンストップで休憩なしでここまで来たんで、昨日100キロ分走ってます。そう意外と行けるんじゃないかなって。まあとはいえね、今日祭日なので多分ところどころ渋滞もしてるかなとは思いますので、そこら辺はね気をつけて。
し、いやー山形すげえ良かった。でここからまずですね福島の方まで戻って、でそれからまた東北道かな、東京に登っていく方かになりますので、まずはね福島まで、目指していきたいと思います。悪いけどちょっとやりづらいからやってくれた。今ですね福島の方まで入りました。だから割とやっぱ米沢から福島は結構近いんですね。近いね。はい、なので無事にね福島まで来たので、次は栃木かな。この後東北道に多分乗り換えて、東京方面ですねに行って、でその後栃木県を目指していくような感じになります。この辺まで来るともう雪がなんもない。意外と福島長いんだね。那須高原まで行って栃木。意外と風がある。ね、なんかちょっとハンドル持ってかれてる感ある。今ですね、栃木の方にね入りました。那須高原のねサービスエリアを越えたところです。はい、ということでね、ちょっとね今回ね旅は山形のね4泊5日かな。前回のね岐阜に続き同じね日数で山形の方をね旅してきました。で初日はかなり雪がね降って、おかげでね雪景色をねすごい楽しめたかなと思います。今回の、ね、旅ね、通して言えることなんですけど、かなりね距離を走って、で今度はね鶴岡の方まで行って、でね鶴岡の方で、初めてね日本海側の山形に、でまたそのね次の日はね山寺とかね、でその後はね銀山温泉も行って、すごい旅を満喫できました。でこれからねキャンカー旅とかいろいろ考えてる方はねぜひね東北検討してみてください。特に山形はね僕は今回の旅すごい良かったのでまたね来たいなと思います。ということでね、今回の旅は以上になります。またね全国制覇の旅でね、ちょっと期間空けるんですけども、次の県はねもう予定しておりますので、またねそこで、次の県もね楽しみたいなと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したね。じゃあまたね、バイバイ。